皆さんこんにちは、角岡のりこうです。本日のテーマは絶対に外せない生け花の基本ということで、早速やっていきましょう。はい、ということで改めまして本日のテーマ、絶対に外せない生け花の基本、主材・副材について詳しく解説していければなと思います。買ってきたお花をもっと綺麗に飾りたいなという方は、今回の内容を意識するだけで一気に初心者でもプロ級のお花が生けられますので、ぜひね、何か参考にしていただければと思います。で、今日のテーマであるこの主材・副材に関しては、このチャンネルでは常々ご紹介しているんですけども、今日はもう少し深掘りをしていこうかなと。ということで皆さん、今日はですね、3種類の花材を用意したんですけど、この中で主材、主役になるお花と脇役になるお花、どれになると思いますか？この質問をするとですね、私の経験上、体験に来てくれた初心者の方、8割方が間違えるんですけど、いかがでしょうか？皆さんの中でちょっと答えが出ましたかね？薄紫色の可愛らしいバラと、黄緑色の小さいつぼみがたくさんついている反りだこ、そして鳥のくちばしとかろうそくのようなちょっと尖った姿が印象的なヘリコニア。今日の主材、主役はこちらヘリコニアになります。というとね、ほとんどの方が主役バラなんじゃないのって思う方、きっと多いんじゃないかな。誰がどう見てもこのバラが一番華やかで綺麗ですもんね。ということで今日はこのあたりをちょっと深掘りしながら、実際に作生けていければと思います。で、今日使う器がこちら、100均の食器コーナーで売っていた、ちょっとした小皿ですね。これなんか見覚えあるなと思ったら、普通に私の家で食器として使っているものでした。このサイズ感すごく便利で、おひたしとか盛るのに重宝してるんですけど、ちょっとした花を生けるのにも、しっかりと釉薬がかかっていて焼き物なので、花器として使ってもね、ちょっと味があっていいんじゃないかなと思って選んでみました。これに丸い剣山を置いて生けていきたいと思います。よし、それでは実際に主材・副材について詳しく解説していきたいと思います。まずですね、皆さんに見てもらいたいのが、初心者の方がよくやりがちなパターン。お花を短く切るのがかわいそうというので、買ってきたものをもうそのまんまの高さでこのように生けてしまうと。で、そうすると何が起こるかというと、ちょっと全体的に散漫といいますか、メリハリのないお花になってしまうんですね。映画なんかですと、主人公、主役が決まったら、他のキャストというのはその主人公を立てるように、それぞれの役割分担があると思います。で、生け花でもそういった考え方が大切でして、異なる形とか色とか、それぞれの特徴を一つの器にまとめ上げるには、やはりその生ける人が何を主役にして、その主役を引き立たせるために何を脇役にするかというのをしっかりと決めてあげると、綺麗な花が生き上がるんです。逆にですね、私たちが例えば監督であったら、そういったキャストの采配をしっかりとしないと、一つの舞台の上で、私が主役よ、私が主役よっていう感じで、ごちゃごちゃになってきてしまう。その主役脇役という考え方が生け花ではいわゆる便宜上主材副材なんて言い方をするんですけども、じゃあなんで今日の花材だとこのヘリコニアが主役になってバラは副材脇役になるのか、これ実際に見ていただくと分かりやすいと思うんですけど、皆さん今この状態でちょっと覚えておいてくださいね。ヘリコニアが高い位置にあってバラが低い位置にある場合、続いてバラが高い位置にあってこのヘリコニアが低い位置にある場合、これどっちの方が見栄えがいいと思いますかね？中にはこっちっていう方もいるかもしれないんですけど、こういうスラッとした花材が高い位置にスッと伸びてると、すごく作品全体が伸びやかに見えてくるんです。ですので、一番長く伸びてるものって言ったら語弊があるんですけど、作品全体の方向性、縦なのか、横にすっきりと伸ばしていくのか、そういった作品の主となる流れを決めたり、ベースになるものを主材と呼んでいるんです。で、それに対して中心部分を華やかにまとめるものを副材と呼ぶので、今日の花材ですとこういったヘリコニアの方がすっきりと伸びやかに見えてくるので、こちらが主材。そしてこの伸びやかなものに対して中心をまとめ上げる花としては、バラとこちらの反りだこ。この2種類が副材にあたると。じゃあ主材と副材ってどういう花材が適してるのというところでご紹介しておくと、一般的には桜とかの枝物を高めに使ってあげると伸びやかに映るので、そういったものが主材に適していまして、こういう一輪で咲くバラとかカーネーションとかガーベラ、あるいは今日みたいなこういう反りだことかスプレーカーネーション、枝分かれしたカーネーションですね。そういった小花系は中心をふわっとまとめる副材にすると良いです。で、今日はですね、枝物がなかったんですけど、こういったスラッとした特徴を持つヘリコニアを主材として選んでみました。
ですので、これはよく私の教室で生徒さんにご紹介するポイントなんですけど、枝とかこういうすっきりとした草もの、そういったものを総称して、私は線の花材なんて呼んでいますね。こういう先端がふわっと膨らんでいたりとか、てっぺんに花がポーンとついているものというよりは、はっきりと線が出るもの、こういうものを取材に使ってあげると、伸びやかに映ります。で、今ご紹介したバラとかカーネーションとか、こういったものは一輪でポーンと咲くタイプなので、輪の花材なんてお話していますね。この輪の花材は中心のポイントを押さえる役として、よくみんなには準主役なんてお伝えしてるんですけど、脇役の中にも準主役、ポイントとなるお花があって、で、最終的にこういう小花、細かいパラパラっとしたお花を脇役として中心にこう入れてあげると、一つの舞台の上でこう調和の取れたお花になるかと思います。で、ここでまた一つちょっとポイントがありまして、今日はですね、この線の花材、ヘリコニアを主役として選んだんですけど、ヘリコニアがない場合、この場合ですと、準主役のこの子たちが主役に昇格してきますかね。やはり一輪が綺麗なこちらのバラを高さに変化をつけながら、ちょっと生けてみましょうか。これも生け花でとっても重要な基本となる考え方。高さに変化をしっかりと作ってあげると、まずこれでベースとなる骨格、この2本で上に伸びやかな線が出てきましたよね。でもうこれだけでもバラというのは葉っぱが豊かなので綺麗に飾れるんですけど、このまんまだとちょっとワンマンショーになってしまうので、より作品としてまとめ上げるとしたら、こういう寂しいところに準主役の小花をふわっと混ぜ込んであげると、これはこれでバラを主材、そりだこを副材にした、ちょっとしたお花として出来上がります。この主材副材の考え方を身につけると、いくらでもこう作品サイズを発展することができまして、これをベースに、今日生けようと思ってるヘリコニアを主材にしてあげると、さらにこう伸びやかにすることができると。で、この場合だとこのヘリコニアが主材になって、バラとソリダコが副材になるというわけです。もうね、この主役脇役という話は最初にもお伝えしたように、私のこのチャンネルでは口を酸っぱくしてご紹介しているポイントなんですけど、今日はですね、より詳しくご紹介してみたので、何か皆さんにとっても参考になっていたら嬉しいです。ということで、今ご紹介したポイントを踏まえて、ちょっとしたお花を一作生けていきたいと思います。ヘリコニアをですね、このまんま高い位置に生けてしまうと、今回使う器がちょっと小さめなので、器とのバランスがあんまり良くないなというところで、この主材の長さを少し落としていこうかなと思うんですけど、そうなった場合、バラの高さがそのまま高いとまたこう喧嘩してしまうので、今ちょっとバラの長さを落としてみました。あんまり短すぎると逆にちょっと伸びやかさに欠けてしまうので、高いバラはまずこんな感じかな。で、2本目のバラはこれより少し低めに押さえて生けていく。こんな感じ。しっかりと高さに変化をつけながら、お互いの空間、間合いを意識しています。で、先ほど同様、副材の中でも本当の脇役、こちらのソリダコを生けていこうかなと思うんですけど、これ下の部分茎がスラッと伸びて、この辺りから枝分かれしてつぼみがふわっと咲いていますね。で、この先端のふわっとしてる部分を全部使おうと思うと、ここで落とさなきゃいけないので、結構長めに使わなきゃいけなくなってくるんですね。で、長いものが手前にグッとくると、ものすごくこう前に圧迫感のお花になってしまうと、これちょっと正面からだと分かりづらいと思うんですけど、横から見るとこんな感じ。こんだけ長いものが前にグーッと張ってると、前への圧迫感もすごいですし、なんならこの準主役のバラの長さより長くなってしまってるので、ものすごくこう主張が強くなってしまう。で、これも生け花の一般的な考え方なんですけど、前に張らすものを少し短く入れてあげると、中心部分がキュッと引き締まって立体感は出るんですけど、先ほどのようなこうグッと張り出した感じがしなくなってくるんですね。ですのでこのぐらいの長さでいけるとしたら、ちょっともったいないですけど、下の部分は落としてあげて、ただこの反りだこのふわっとした感じは残したいので、あと1本ぐらいかな。このぐらい落としてあげるとサイズ感も小さくなっていきやすいかと思います。こうやって花材によって臨機応変対応しながら、脇役の小花系もふ
ふわふわっと中心にまとめていく。で、短くなったのでしっかり前に張らせてもそんなに先ほどのような主張の強い感じには入らないです。で、反りだこも2本あるので、生け花っていうのは前後の立体感が大切になってくるので、今手前に離した分こちらはちょっと奥行きに生けていきましょうか。この小花系もやはり高さに変化をつけると綺麗なので、1本目が少し手前に短く生けた分、後ろに入るのは手前の長さよりは少し高めにふわっと入れてあげると長短高さに変化がつくんでね。こんな感じで奥行き後ろにもふわっと入れてみました。横から見るとこんな感じですね。まず1本目のバラ、そして2本目も横に並ばないように少し前に振ってるんですけど、ここでやはり前後の立体感をつけています。で、続いて反りだこ短いのを手前にクッと入れてあげる。で、手前に短く入った分後ろにも少し高めでふわっと入れてあげることで全体的に調和が生まれますし、前後の立体感にもつながってくると。で、先ほどお話ししたように本当にちょっとしたお花だったら今の状態ですとバラが主材、反りだこが副材になっていて、もうこれだけでもまとまってるかとは思うんですけど、ここで、ある意味生け花特有の考え方である枝物とかこういう線の花材、こういったものを空間にスッと飛ばすことでより伸びやかに映るので、最後にこちらのヘリコニアを生けていく。で今ですね、ヘリコニアってこう葉っぱと花がくっついてるんですけど、ここの軸の部分ピーッと剥がしていくとこうやって2つに分かれるんですね。なので花は花で使えるし、葉っぱは葉っぱで使えると。で、逆にこれがついた状態で生けてしまうと、なんか花より葉っぱの方が主張が大きくなってしまいますし、これ高さのバランスを取るのがちょっと難しいと。花の部分はすっきりと伸ばしたいんですけど、花をこう伸びやかにすると葉っぱの方が高い分ちょっとバランス的にものすごくこう高い位置に入ってしまうんですね。じゃあこの高さは器とかのバランスを見て葉っぱで調整しようかってなって、せいぜいこのぐらいかなって見ていくと、次は花の部分が低いので主役なのにこの準主役のことを高さがちょっと近いところに入ってしまうということで、葉っぱと花を分けることで、葉っぱこのぐらい伸びやかさがあってもいいかもしれないですけど、花がちょっと短くなってるのでこちらの花もこのぐらいすっきりと伸ばしてあげると主役の主張が強くなるんじゃないかな。これもバランスを見て生けていきたいと思います。まずはメインの花ですね。ちなみにこのヘリコニアの英名はですね、ロブスタークローなんて呼ばれていまして、直訳するとロブスターのハサミっていう意味なんですけど、色といい、実はですねこのお花も今スラッと1本に見えるんですけど、ちょっと無理やりこう開くとこういう感じで二股に分かれるんですね。この姿、ザ・ロブスターのハサミって感じですよね。ロブスタークロー言えて妙だなと思うんですけど、またものすごいこのヘリコニアというのはいろんな種類がありますね。今生けてるものが一番シンプルなものなんですけど、もう少しこの花がだんだんとたくさんついているものやヘリコニアハンギングといって上から垂れ下がる種類のものなんかもあります。見るからにそうですけど、熱帯地方を代表するそんなお花ですね。これ今たまたま2本目二股に綺麗に割れたんですけど、こっちもやろうかなと思ったらちょっと無理やりやるとやっぱお花傷んじゃうので、1本目はシンプルにスラッと。でこのまんまだとちょっとヘリコニアらしさがないので、先ほど落としたこちらの葉っぱも少し足して完成。こんな感じですかね。作品全体の主となる流れとか形を決める線の花材、主材と、あとは中心部分をふわっと華やかにまとめる脇役となる副材、これをきちんと明確に分けてあげることで、生け花というのは一気に綺麗に飾ることができますので、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。